本日は床の工事です。隙間風の多い古民家の床下、断熱も行っていきますのでお楽しみに。こんにちは。空き家再生の一人です。本日は18畳 LDK 床作り編をお届けしたいと思います。気合があれば一人でできるということで、一人でできるマンは何でも一人で DIY してしまうというコンセプトとなっております。お楽しみいただけたら幸いです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。前回までで解体が終わったので、物件の片付けをしていよいよ作っていく作業ですね。というわけで資材をホームセンターで購入して搬入を行いました。この物件の近くにあるホームセンターは月に2日間全ての商品が 5% オフになる日があるんですね。その日に合わせて資材を購入してきました。今回は20万円ほど購入したので1万円ぐらい安くなるんですよね。5% オフ最高ということで、搬入が終わって早速工事に入っていきます。今回行いたい工事はこちらですね。畳を撤去した床の工事になります。早速床を張っていきたいんですが、ここにはキッチンを置く予定なんですね。というわけで水道管と排水管を持ってこようと思います。今取り外しているのはバラ板という板なんですが、畳を支える板ですね。古い物件のバラ板は固定してないので床下を構えやすくていいですね。バラ板を外してみると床下の構造はこんな感じになってるんですね。通常は今見えている根太の下に大引きという太い木がかかっていることが多いんですが、この古民家は大引きがない代わりに根太が太くなっていて、根太に塚がかかって直接地面から支えているっていう構造になってますね。昔はこのような構造が一般的だったのかもしれないですが、古民家はいろいろ勝手が違いますね。さて、水道を引っ張ってくるにあたって注意したいのは排水管の勾配ですね。排水管は水圧がかかっておらず、重力の力で水を流していく必要があるので、一定の勾配をつける必要があるんですね。距離を計算して勾配が取れるかを確認した後、水平を見ながら排水管がどのあたりに来るか計算しています。というわけでこちらが排水管です。こちらも 5% オフで仕入れてきました。VU 管という塩ビパイプですね。こちらを採寸してきた長さにカットをしていきます。塩ビパイプは普通の木工用のノコギリでもカットできなくはないんですが、硬くて大変なので、塩ビパイプ用のノコギリなどピッチの細かいノコギリで切ると簡単に切断可能ですね。ここで突然のノコギリ Tips。日本で売られているノコギリのほとんどは引く時に切断を行うという仕組みになっていますので、引く時に力を入れて押す時は力を抜くと楽に早く切断を行うことができます。ちなみに欧米のノコギリは引く時ではなく押す時に切れるという仕組みになっているみたいですね。日本人なら引きましょう。というわけで無事カットが終わったのでバリ取りを行います。バリが残っていると接着剤がうまくつかなくなるので必ず行った方がいいですね。今使っている工具はメントリーというメントリー工具ですね。メントリー。せっかくメントリーしてもメントリーした粉が残っているとこれもまた接着に良くないみたいなので掃除をしておいた方がいいみたいですね。切断を行った VU 管に管を90度曲げるためのエルボーを取り付けます。こちらが塩ビパイプ用の接着剤ですね。塩ビパイプ用の接着剤は塩ビパイプを溶かして接着をさせるという仕様になっていますので、塩ビパイプによって使う接着剤が違うので注意しましょう。というわけで接着剤を塗って接着していきます。塗り方はこんな感じですね。塗りすぎても少なすぎても良くないみたいですね。結構感覚で適当にやってますが、13mm の給水管など細い管を接続するときに塗りすぎてしまうと最悪の場合配管が詰まってしまったりするみたいなので気をつけたいですね。というわけで接着完了です。こちらを先ほどのキッチンを取り付けたい場所に固定をしていきます。あとは寸法を取りながら塩ビパイプをカットして接続して延長していくだけですね。排水管は勾配をつけて水が流れやすくするようにする必要があるんですが、VU 管用の固定金具を使って勾配を取っていくと便利ですね。私はかなり適当にやってしまっていますが、本来は1メートルおきにレベルバンドと呼ばれる細かく勾配を調整できる金具を使った方がいいですね。排水管が終わったので次は給水管を引いていきます。こちらは解体したトイレに伸びている給水管なんですが、ここを分岐させて台所まで引っ張ります。というわけでここで切断を行ってチーズというパイプを分岐させるパーツを取り付けていきます。今接着剤を塗っているのがチーズですね。
ですがパイプを切断した時に床下が砂になっていたので給水管が砂で汚れてしまいましたね。このままだと接着ができないので下は何か敷いて作業した方が良かったですね。私の失敗を糧にしてください。というわけで遅ればせながら下にコンパネの切れ端を引いて水道管の延長を続けていきます。給水管の工事をする時の注意点はですね、水圧がかかるので排水管以上に慎重に作業した方がいいですね。具体的にはパイプをまっすぐにカットする、バリはしっかり取る、接着剤は適量塗るという感じですね。基本が大事。また意外な盲点ということで配管を組んでいる間に接着剤を塗り忘れてしまうという失敗も結構ありますね。通水テストを行って塩ビパイプがすっぽ抜けると絶望です。すごく帰りたくなってしまうので要注意です。さあということで床張りの準備が整いました。早く大工工事がしたい。お待たせしました。流行る気持ちを抑えて材料の確認をしていきましょう。まずこちら石膏ボードと構造用合板、床用の合板ですね。本当は床はラワンコンパネの方がいいんですが安いので私はこれを使っています。そしてこちら今回初めて使うんですがスタイロフォーム断熱材ですね。キッチンの給湯配管とガス配管はプロパンガス屋さんが施工しました。いつも太陽で施工してくれるプロパンガス屋さんが本当に助かっています。というわけで別の物件からペケ台を持ってきました。このペケ台が現場に組まれるとリフォームが始まった感じがしてワクワクしますね。というわけで早速ペケ台を組み立てていきます。ちょっと一息。現場で飲むコーヒーはなぜこんなにも美味しいんでしょうか。 DIY 七不思議の一つですね。休憩終了、労働開始ということで早速床工事を始めていきます。まずは床に合板を張るための下地を流していきます。床の高さは今作業している高さに合わせたいですね。計算してみたところ下地は 40mm の高さが必要ですね。本来根田は 45mm なんですが元々の根田が 60cm ピッチで入っているので 40cm でも大丈夫と判断しました。というわけで下地をカットしてきました。床上げをするときは根田と垂直に流す必要がありますね。バラ板の下の根田は奥から手前に来ているので新しく貼る下地は右から左に流していきます。このような感じで同じ長さの木がたくさん必要になるときはまとめてカットを行うと時短になりますね。下地の間隔は 30cm にしたいんですがいちいち測るのは面倒なので木の切れ端を使って定規を作りました。この線が 30cm の目印ですね。この線に沿って下地を留めていきます。実はこの日新しく買ったインパクトを初めて使っていていろんなモードを使って遊びながら作業していますね。後ほどご紹介します。というわけで位置が決まった下地をどんどん取り付けていきます。後ほどスタイロフォームを貼っていくので真ん中はとりあえず止めないでおきました。何本か作業を行えば勝手が分かってくるのであとは流れ作業ですね。このような感じでまとめて切るようにすると時短になりますね。カットした木材をどんどん並べていきます。先ほど作った定規に沿って下地を入れていっていきますね。この床の下地、根田を流していく時の注意点は必ず合板と合板の継ぎ目にこの下地が来ていないといけないという点に気をつけながら作業するといいですね。一般的な合板の場合縦が 182cm 横が 91cm ですので尺に直すと6尺と3尺ですね。未だに尺が使われている理由ですね。先ほど下地の間隔は 30cm と言ったんですが厳密には1尺なんですね。3本並べると 91cm ぐらいになりますし6本並べると 182cm ぐらいになりますよね。こんな感じで尺とセンチの関係はややこしいですが知っているだけで失敗を防げると思うので覚えておくといいと思います。というわけで横に流す根田が終わりましたね。次は縦、合板と合板の継ぎ目に下地を入れていきます。強度のためこの下にうっすら見えている根田の上に継ぎ目が来るようにしたいですね。ですがさすが古民家、中間の根田は寸法が結構適当なので強度の高い千鳥張りではなく合板をきれいに並べていくしかなさそうですね。また建物の作り方も規格外で合板を並べていっても微妙に寸法が足りなくなってしまうんですね。なのでこちらの壁際の部分は少しかっこ悪いかもしれませんがこのぐらい分厚い幅木を後ではめて調整しようと思います。合板が余ったら入れてもいいんですけどね。ギリギリの枚数買ってきているので多分余りません。ちょっとタイムラプスで早すぎて見えないかもしれませんが
動画にうっすら映っているネダ用のボンドを下地の下に塗ってから固定するようにしています。このバラ板は動くと音がしそうなんですよね。また床鳴り防止にもなるみたいなので、なるべくネダを固定するときはこのネダ用のボンドをつけるといいみたいですね。そして皆さん、こちらをご覧ください。一人でできるマンが開発したスタイロカットマシン初号機でございます。いや、これをお見せしたかった。スタイロフォームはカッターでカットすることができるみたいなんですが、一枚一枚同じ寸法でカットしていくのが面倒だったので、スタイロフォームカットマシーンを製作してみました。こちらがデモ映像になります。どうですかね。めちゃくちゃ早くカットが進んでいますよね。超気持ちいい。もうね、この作業は楽しすぎて、まだまだスタイロフォームを切り足りないという気持ちでしたね。特許出願予定はないので、ぜひ真似してみてください。というわけで、スタイロカットマシーン初号機のおかげで、あっという間にスタイロフォームが切り終わったので、こちらを並べていきます。スタイロは断熱のために引くものなので、隙間なく引くというのが施工のコツみたいですね。幅はもちろん、高さもぴったり収める必要があります。今回は下地が 40mm なので、スタイロも 40mm のものを使用しました。また、より隙間なく引くために、下地は両側だけ止めた状態にしておいて、スタイロを敷いてから固定をしていくという方法にしてみました。賃貸住宅をリフォームするときに、どの程度断熱するかは悩ましいですね。というのも、断熱を行っても直接家賃が上がるということはないからですね。私は普段、築古の物件を直すときは、入居者の方も築年数と割り切って安さを重視して物件を探していることが多いので、あまり熱心に断熱工事はしないんですが、この物件、古民家はですね、床下の隙間風がすごく強いんですね。なのでおそらくそのまま床を張っても冬、めちゃくちゃ寒くてすぐ退去されてしまっても辛いので、今回は断熱工事を行いました。時間もかかりますし、材料も安くはないので、私にとってこれは高級リフォームでございます。逆に宿泊施設、民泊などの場合は快適性がとても重要で、もし悪いレビューをつけられてしまうと収益性自体が落ちてしまうことがあるので、このような断熱工事は必須になるかもしれないですね。そんな感じで仕上がりを微調整できるのも DIY の醍醐味ですね。というわけでスタイルを貼るとこんな感じですね。すでに暖かそうですね。この端の部分は少し寸法が違うので、手動でカットを行ってはめ込みを行っていきます。というわけで初号機を使わずにスタイルをはめていく様子をお届けします。まずは寸法を取ってカットする線をつけたら、カッターでカットを行っていきます。大量にカットを行う場合はスタイロ用の丸ノコも売っていますね。ですが私は大量に切るときはスタイロカッターマシン初号機をお勧めします。カットが終わったらネタの間にスタイロを入れ込んでいきます。あまり緩いと断熱の効果がかなり薄れてしまうみたいですが、ちょっとこの動画を見る限りきつすぎるかもしれませんね。足で踏んで無理やりはめ込んでいますね。ひょっとすると床鳴りの原因になったりするのかもしれないので、適度なきつさがいいのかもしれないですね。というわけでスタイロフォームの施工が全て完了したので、いよいよ床を張っていこうと思います。というわけでこちらですね、構造用合板でございます。先ほど千鳥張りをしないと言っていたのは、この板をただ並べていくだけの張り方をするということですね。千鳥張りというのはフローリングのように板を互い違いに張っていくという張り方ですね。通常はその方が強度が出て良いと言われています。ですが今回はパネルの継ぎ目に元々の根太が必ず来てほしかったので順張りを行いました。床にビスを打っていて時間がかかって大変だなと感じたことはないですか？それはインパクトのパワー不足かもしれません。というわけでこちら今まで私が使っていた 14.4V のマキタ製のインパクトドライバーですが、という感じで 90mm のビスを打つのにこのぐらい時間がかかりますね。ですがじゃーん、こちら新型インパクト廃工機 WH36DD 2月にモデルチェンジしたばかりの新商品です。買っちゃった。こちらを使えば早い、あっという間ですね。こんな感じでビスを打ち込む速度がものすごく改善します。そもそも 14.4V と 36V を比較するのはナンセンスではあるんですが、
これだけ工具は大切ということが伝わるかと思います。36V ということでバッテリーにも余裕があるので、結果的にこの面積の床全てにビスを打っても1つのバッテリーで施工できましたね。私は今まで 14.4V を使っていた時は電池切れ休憩をしていたので、作業効率は大きく上がりましたね。というわけで床が並びました。あとはビス打ちをすれば完成ですね。ここで珍しくゲストがやってきました。私の妹の旦那さんですね。リフォーム中の物件を見学したいということで遊びに来ました。彼は昔屋根屋さんで働いていたということで、屋根を点検してくれてますね。どう？去年数の割に綺麗なんだよね。最高じゃん。墨も引けて。墨も引けて。墨は誰でも引けんだよ。即戦力や。墨は誰でも引きます。パワーが違うよね。これは早い。というわけで一通り見学をして、私のインパクト自慢を聞いた後解散しました。やはり建築の知識がある方は即戦力で有利ですよね。というわけでこの新しいインパクトを使って床工事最後の工程ビス打ちを行っていこうと思います。膝が痛くなるのでプロテクター必須ですね。新型インパクトのおかげでどんどん作業が進んでいきますね。このようにもともと和室だったところを洋室化していくときは 90mm ぐらいのビスを打ちたいんですよね。そうなってくるとパワー不足のインパクトではなかなか作業が進まないので、ずっとこのインパクトが欲しかったんですよね。こちらのインパクトは5万円ぐらいしますので安い買い物ではないですが、工具は人件費と比べて投資すれば必ず成果が出るので、もうね、人件費に比べれば工具なんてタダみたいなもんですよね。そう自分に言い聞かして工具を爆買いしていこうと思います。というわけで本日の動画は以上になります。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画良かった、面白かったという方はぜひ高評価をよろしくお願いします。また今後もこの古民家の工事の様子を配信していく予定なので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。次回は床工事の続き、古民家の床部分を断熱仕様に改造していきますのでお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。